はい、内山浩一のザ・ゴッドチャンネル。はい。はい、今日も皆様よろしくお願いいたします。お願いします。はい、もう今日はね、8月の20日なんですけども、朝からもう、なんて言いますかね、秋ですね。秋、はい、そうではい。すね。ね、夜はね、もうコオロギ鳴いてて、うーん。はい、虫が鳴いてますね。やっぱりきっちり季節来るんですね。来ますね。うーん。うん、もう本当にびっくりしましたね。あ、今日も、で、今日の朝も、やはりコオロギが遠くで鳴いてましてね、ここ田舎なんですよ。ああ、はい。うん。都会なんですけど、都会じゃないですね。まあ、ちょっとした町なんですけど、この私の家の周りだけは、田舎なんですね。不思議とね。はい。道路から入ってくるとね、どん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 こう、昔に戻っていってね。ああ、うん。昭和もう、に戻る。私の家に着いた頃はもう、昭和の時代に戻るかっていうぐらいに田舎になってます。はい。うん。まあ、そのね、秋の気配を感じてますね。はい。はい、それでは今日もまた、ここに今来ておられますので、お話聞いてみたいと思います。はい。はい、それではエレナさん、準備お願いします。はい、皆様も丹田に落として準備を、それぞれにやっていただければと思います。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは私の頭上に置いていただいた方、お待たせしました。エレナさんの方にお入りいただきますようお願いいたします。はい。はい、おいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。玉より姫でございます。あ、玉より姫様、おいただきましてありがとうございます。はい。はい。鹿児島の方に玉より姫神社ってありますね。はい。はい。行かせていただきました。はい。はい。それから久しぶりと思います。よろしくお願いします。はい。はい。それでは、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。私の名前は、玉のように美しい姫というところから来ました。その名の通り、美しく成長することができました。そうしていつも月を眺めたり、桜をめでたり、そのようなことを何度も何度も繰り返してまいりました。心の中はいつも桜色で、丸い、とても丸い、何か真珠のようなあの輝き、そのようなものをいつも心の中に持っていました。あでやかで、しとやかで、美しいものを私は好みます。それは見た目の美しさももちろんのことですが、心の中にそのような美しい真珠を持っていることが、この美しさを表に出していくことの意義であると思っています。常に心を磨き、桜色の真珠のような、そういった我を思い描いているのです。
そうすればするほど奇跡が起きるのがわかるのです。季節が変わり、秋の風が吹いても、その中に私は桜の花びらのような、あの可憐で美しい心を持ち続けています。世の中がそのように美しく流れてゆくことを常に望んでいるのです。世の人々は日々の暮らしの中に美しさと強さを持っているのだと思います。その両方が見えたとき、人の心は様々な形に見えてきます。単に桜色の真珠というだけではなく、稲穂のような色であったり、剣のような形であったり、大きな緑の葉っぱであったり、その人それぞれの美しさを持っていると、私には感じられるのです。日々の仕事をなしながら、暮らしをなしながら、強く、たくましく、そして美しく生きていること自体がすでに美しい、そのように私は感じています。田んぼに出て、土にまみれ、泥水の中に手足を突っ込んで仕事をしている人も、その人の美しさというものが見えてきます。それは水の輝きであったり、土の匂いであったり、そして黄金に輝く稲穂の輝きであったり、そんな風にして、その人にしか出すことのできない美しさというものを私は感じています。どのような仕事をしていても、どのようなところに生きていても、一人一人、その人その人の魂の輝きというものがあるのだということを、私は長い間、この世の姿を見ているうちに、それを学ぶこととなりました。天上界から見ていると、本当に様々な輝きが地上に生きているというふうに見えています。それはもう千差万別の輝きです。それこそが織りなす虹色の錦の織物のごとく、それぞれの輝きを見せるということの、この大胆さ、それを思っております。お一人お一人の心の中にある、その錦の輝きを、どうか遺憾なく発揮してくださいますよう、切に願うものでございます。本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。
はい、そうですね、世の中がどうあろうと、どのようなことがあろうと、心の中だけは各人自由ですね。はい。人のせいにすることもできるし、自分のこととして受け取ることもできるし、悪いものでも悪く見ることもできるし、よく見ることもできるしという、はい。その中からダイヤモンドをいかに探すことができるかですね。はい。そのように思います。しっかりと地上に、散りばめられた父のダイヤモンドを発見して生きていくことができればと思います。はい。はい。そして自らもね、各人が発揮することができればと思いますね。はい。今日は本当に美しいお言葉いただきましてありがとうございました。ね、はい。心ですね。このようなことを聞きますと本当に心が洗われます。本当にありがとうございました。ありがとうございましどうもありた。がとうございました。はい、レナさん、玉はい。より姫様でした。頼り姫様でしたね。しっかりとね、桜と月と、この咲夜姫の魂の流れ、または月読みの御様の魂の流れという感じかな。そうですね。ね、非常にそういった優美な、優雅なところかと思います。なんか桜色の真珠って表現されたので、月の丸い、その丸さと桜の花びらの色、両方こう掛け合わせた感じのイメージをね、語ってくださったのかなと思って、そうですね。すごい綺麗な感じでした。そうですね。私が最近よく目にする輝きっていうのがあるんですよね。そうなんですか。どんな輝きですか？人に輝きをエレナさん見るときどんなところを見ます？どんな時に感じます？もうその人が一生懸命になって努力している時とか、そういう時に思いますよね。そうですね。うん。そういう時って意外と自分でも一生懸命やってたりして気がつかなかったりしたりとかね。自分ふとで意外と腰を上げて隣見たら頑張ってる姿とかね。そうですね。ね。なかなかね、気がつかないところなんですけどね。人の頑張っているところとかいうのはね、本当に素晴らしく見えるかと思いますね。うん。それとかね、なんか自分の人生の問題集を言いながら頑張っているとこもそうですよね。ああ、そうね。本人はそうとは気がつかずにね、頑張っておられますね。なるほどですね。そういうところに美しさを見るんですか？私はね、もっとね、単純なところでよく最近見ます。何です？あのね、屈託なく人が笑った時、おお、素直に笑った時、笑顔ですか？笑顔ですね、微笑みでもいいですが、本当に素直な時、素直なところで、ふっとこう笑われた時のその笑顔にすっごくね、輝きを感じます。そうなんだ。なるほうん、ど。うん。うん。なんていうかな、人の悪いことを言って、笑う、あの笑いではないですね。笑顔であるんですね。もう本当に素直な、なんていうかな、うん、綺麗な感じの、どういうふうに言ったらいいのですかね。何気ないところで、出る笑顔ですかね。微笑みという感じですかね。微笑みでもいいし、そうですね。微笑みは入りますね。冗談を言って笑ってる時は？それはまあ違いますね。うん。冗談を言って笑うときはまあ皆さん心がね、癒されてる時でもありますよね。うん。うん。全くなく笑っている？そうですね。素直な素直な心で笑顔。はい。素直に笑っておられるところですね。うん、確かに、それは綺麗ですね。そうですね。ハッとしますね。うーん。うん。そうなんだ。まあね、いろんなところで皆さんね、発見の仕方があるかと思いますね。そうですね。周りにね、いっぱいね、本当はね、この世界中、すべてのところに、主はね、そのダイヤモンドをね、散りばめられておられるんですよ。うん。それをね、どれだけ発見して、自分の心の中にそれをしまうことができるかですね。発見して心の中にしまう。
そうです。はい。発見するかですね。発見したらもうしまったのと一緒ですからね。なるほど。それをいっぱい持って帰りたいですね。今まで気がつかなかったけれども、そういうものが見えるようになったとか、そうです、気づきそうです。出したみたいな時ですね。で、そのためには、主が地上に、この三次元世界に、もちろん霊的世界にもありますけども、三次元世界に散りばめられたダイヤモンドを探そうという気持ちがあればね、意外と気がつかれるかと思います。なるほどですね。一人一人みんなあるし、いろんな色の、いろんな角度のいろんなダイヤモンドがみんなね、眠ってますからね、いくつも眠ってますから。なんですよね。今の玉頼姫様の、お話の時にそれはすごく見えました。ですよね。そういう輝きが、誰にでもあるんだっていうね。はい。よくほら、私が言いますよね。自分の心の中を探求していって、自分の物証を一つ発見できたら、いろんな人の相手の心の中にある物証を発見できますよって言ったことがあると思いますけど、はいはい。そういうことなんですね。物証という宝を発見できるんですね。なるほどね。だから自分の心の中にある物証を1個発見できることできたら、周りに10人いたら10個発見できるんですね。そういうことですか。すごいな。そういうことなんですね。で、それが今度はどんどんこう自分の心の中を掘っていけば掘っていくほどいっぱいあるんですよね。はいはい。そうすると他の人たちの心の中にもいっぱいあるんですね。はい、そうでしょうね。はい。見た目はね、もうなんかすごい方だったら嫌だなと思うような方の中でも、よーく見てみると、心で見るとね、もう素晴らしいものがいっぱいあるんですね。そういう輝きっていうのは消えないでしょうね。消えないですね。これがダイヤモンドですね。そうですね。本人がその全く意識していないところで輝きが見えるっていうのはね。そうですね。消えないと思いますね。ね、文句言われながらね、ニコニコ笑ってたら、相手に失礼に当たるかもしれませんけどね。いいとこが見えたりとかするときありますよね。鬼も見えるときもありますけどもね。そうなんですか。文句言われながら見えるんですか？文句言われながらも見えるときもありますし。てる人の中に？そうそう。鬼と同時にね。鬼と同時に輝きが見える。すごい。そうです。上級者、達人ですね、それは。いえ。そういう時もあるっていうことですね。時もある。瞬間如来とか瞬間菩薩できますんで。そうですね。ところが瞬間地獄もいけるかもしれませんね。出ますよ、そりゃ。何よこの野郎とか言い始めたらもう地獄の世界に行くかもしれませんね。下にね、降りていきますからね。とにかくね、心境が良くなってくると、自分のね、そういった物証とか見て、自分が何者かっていうのがだんだん分かってくると、相手が何者かっていうのがだんだん分かってきます。ですからね、皆さんね、ぜひともね、幸福になる道です。ぜひとも自分の素晴らしさを発見していただければと思います。そして、世界中に散りばめられた種のダイヤモンドをね、発見していただければと思います。すごい。ですね。ですね。ですから、自分の心が今どうあるかっていう時を見るときに、人がどう見えるかですね。それが一つのバロメーターになりますか？バロメーターになりますね。人の欠点がよく見えるってことは、自分の欠点がよく見えるってことですよね。そうでしょうね。欠点の方に目が向いてるっていうことですからね。ですね。はい。裁きの目があるってことですね。人のね、欠点を、そこが学びのところなんだなって見えるようになってくるとね、自分がいつも自分の学びの場所っていうのが分かってて、それを一生懸命努力していると、人の努力しているところがよく見えるんですね。自分もやってないのに、その魂のその問題集って言いますか、見えはしませんね。やってるからこそ見えるんですね。やってなきゃ見えない。確かにね。はい。ね。やってないと、そうね。
荒だから探しになっちゃいますよね。荒探しになりますね。はい。だから、まず自分の、自分の方をね、やっていくと人のそういったのが見えてきますんでね。利己即利他っていうところが出てきますよね。なるほどですね。なんかはい。もう仏様にどんどん近づいていく感じですね。そうは地上は行きません。そうですか？風が吹いてきますよね。風吹きますよ。はい。もう嵐が来たりしますんで、嵐が来る。じーっとして、気持ちいいなと思ったら風がドーッときましたね。もう思いっきり吹き飛ばされて。体はここにありますけど、さっきの気持ちはどっか飛んでいくんですよね。そうそうそう。で、体がここにあってね、何よとか言ってますよね。もう即ですよね。一瞬で変わりますね。ほんでね、悟りは、っていうか修行は尽きないと。そういうことですね。そういうことです。終わりはないと。ああ。手に入れたと思った瞬間になくなるというね。なんでそういうことになってんだろう。ね、続けなきゃいけないという継続性ですね。地球も太陽も宇宙全体も回り続けてるでしょ。そうですね。止まったらどうなります？止まったらもう終わりますね。ねえ、止まったら大変ですよね。大変です。地球がもう大変だからもう動くのやめたってしたら大変ですよね。大変です。そうなった時にはもう世界が終わっちゃう。ですよね。はい。同じようにずっと私たちもね、動き続けなきゃいけないんですね。だからちょっと一ついい心境になったからって安心してちゃいけないんですね。はい。悟りの道は遠いです。永遠にあります。すぐに風が吹いてきて。そうです、そうです。で、その風も学びなさいってことなんだけど、うわーっと思いますよね。そうですよ。もうなんか学ぶことばっかりで。はい。一生懸命ね、学んでね、頑張ってたら、急にね、足のね、なんか土台が抜けてドーンと落ちることありますからね。床が誰だこんなとこに落とし穴掘ったのはとかいうのありますよね。自分で掘ってるんですけどね。そうです、自分で掘ってるんですよね。でも見事に落ちますね。はい。まあそんな感じです。ですからね、日々にね、自分がどこの方向に向かっていってるかっていうところですね。主の方向に向かってずっと延々と努力し続けてるんだと。でもその努力は意外とリラックスしてやった方が先に進みます。頑張ろうと思ってやると、意外とね、なんか疲れてね、途中で終わっちゃうとか、そういうことありますんで。なくなるとダメなんですね。はい。リラックスして、日頃の何でもないところから悟りとかいろんなのがね、学びとかいっぱいありますんで、学んでいただければと思います。もちろんね、教学って言ってね、仏の教えをしっかり学ぶってことも大事です。はい。仏法真理っていう今ね、宝物が山ほど今説かれてますので、はい。少しでもね、一行でもね、学んでいただければと思います。そうですね。はい。それでは今日は長くなりました。はい。すべての世界の中にある時が散りばめられたダイヤモンドをみんなで探していきましょう。そうですね。頑張りましょう。頑張りましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。高明です。はい。はい。お父さんの守護霊さんになりますかね。そうです。あ、そうですか。はい。はい。高明さんの時代にはい。持ち越した問題。持ち越した問題。それを引き継いでると思うんですね、問題集が。はい。はい。はいはい。ですから、高明さんの時のちょっとそういったエピソードなんか教えていただけませんか？はい。木々の生い茂った深い山でした。ちょっと無理をして登ったと思うんですね。足を滑らして落ちたんです。落ちました。はい。足の骨を折りました。上がれなくなってしまって、それっきり。そこで亡くなられたんですか？そうでした。多分そうです。私の記憶はもうそこで、途絶えてますね。だから今の痛み、足の痛みはそこの骨の骨折のところですか？多分そうでなかろうかと思いますね。なるほどね。はい。